私たちは、なぜ、迷いから抜け出せずにいるのでしょうか。悟りに至る力とは、一体どこから生まれるのでしょうか。今回ご紹介する、無料義経、特行本第一では、8万の大菩薩が、光に包まれた釈尊を称え、その声と知恵が、衆生を、迷いから解き放つ、真実が明かされます。この章を通して、私たちは、形を超えた仏の徳と、行の意味に近づくことができるでしょう。ぜひ最後までお付き合いください。阿南尊者が語りました。このような話を、私は、世尊から聞きました。ある時、世尊は、王舎城の近くの領寿泉の中で住まわれておられ、そこには、世尊に従う修行者である、高徳な僧侶たちが、12000人も共にしていました。また、悟りを求める、大いなる菩薩たちである、摩訶薩たちが、8万人も集まっていました。さらに、天界の神々、竜、夜叉、功を職とする音楽の神である剣達馬、戦いの神であるアシュラ、大足の神であるカルラ、音楽を奏でる半身半人であるキーナラ、蛇の精霊であるマゴラガなど、様々な神霊たちも参集していました。また、多くの出家修行者であるビクや、ビクニだけでなく、在家信者であるウバ族やウバイたちも数多く集まっていました。さらには、大輪天皇や小天輪王、国を治める、諸々の王、王子、大臣、武士、貴族、民衆、国中の長者たちまで、それぞれ、100、1000、万といった数の眷属を引き連れて、彼らは皆、世尊のもとに参じて、うやうやしくその頭を足元にひれ伏して礼拝し、世尊の周りを、数百、数千回と巡りながら、香を焚き、花を撒き、様々な供養を行い終えて、一度は、静かに一方に座り、世尊の説法を待ちました。そこに集っていた8万の偉大な菩薩たちの中には、次のような、尊い方々がいらっしゃいました。文殊師利法王子、大徳蔵法王子、無蔵法王子、大弁蔵法王子、弥勒菩薩、道主菩薩、薬王菩薩、薬上菩薩、化道菩薩、化光道菩薩、だらに自在王菩薩、観世音菩薩、大聖子菩薩、上昇神菩薩、法印種菩薩、宝釈菩薩、法上菩薩、おつ三界菩薩、ビマバツラ菩薩、構造菩薩、大構造菩薩、四宿王菩薩、獅子ゆけせ菩薩、獅子奮神菩薩、獅子精進菩薩、ゆえ力菩薩、獅子妙福菩薩、将軍菩薩、大将軍菩薩と呼ばれていました。このように、名だたる偉大な菩薩摩訶薩が、8万人も世尊のもとに、参集していたのです。これらの多くの菩薩たちは皆、真理そのものの体を備えた、偉大な修行者であり、誰一人として例外はありませんでした。彼らはすでに、仏道の基本である、行動、言葉、心の真空を正しく保ち、悪を防ぐ、戒律。心を一点に集中し、乱れを鎮める静寂な状態である、禅定。真理を見抜く力であり、因縁や無常、空などの理解する、知恵。執着や煩悩から完全に自由になることである、解脱。解脱した後、自らの解脱を明確に知る境地である、解脱知見のすべてを完成させておられました。その心は、禅定によって静まり、常に深い三昧といった、精神統一の境地にあり、穏やかで、心安らかにして、物欲や煩悩にとらわれることはなく、無為、自然にして、全く欲望から、自由な状態でありました。もはや、妄想や錯覚、混乱した思考などが、再び心に入り込むような、隙間はありませんでした。心は静かで、澄み切っており、真理を志すその意志は、深く奥ゆかしく、計り知れぬほどに広く大きなものでした。こうした境地を守り続けて、たとえ、何億、何百、何千光といった、計り知れぬほどの長い時間が過ぎようとも、
あらゆる仏の教えは、まるで目の前に現れているかのように明確に理解されておられました。彼らは、皆、偉大なる知恵を得て、すべての現象の道理を見通しており、事物の本質と形、そのどちらの真実にも通達していて、それらを分別するには、一切の曇りがなく、ある、ない、長、短、といったことも、明確かつ、正しく、はっきりと理解していたのです。また、これらの菩薩たちは、人々それぞれの性格や心の傾向や欲望をよく知り尽くしており、深い記憶力と自在な語りの力を持って、多くの仏たちが説く法の教えを、そのまま正しく受け継ぎ、その人々にふさわしい形で、自在に説き伝えることができるのです。それは、まるで、優しい雨の雫が、大地に最初に落ちるかのように、人々の心に染み渡り、欲望という塵をしっとりと沈め、涅槃への扉をそっと開いて、解脱の風を吹き渡らせて、世の中の苦しみや、悩みなどの煩悩の熱を取り除き、仏の教えという、清らかな、涼しさをもたらすようでもありました。さらに、菩薩たちは深く、微妙なる、十二因縁という人間が生まれてから死ぬまで苦しみから逃れられない理由の12の因果の連鎖である真理を知らない段階、無明。そこから迷ったまま行動する段階、行。その結果、新たな意識が生まれる段階、識。心と体ができる段階、妙識。五感が備わる段階、六入。外の世界と接触する段階、即。何かを感じる段階、受。執着する段階、愛。求める段階、種。存在の種ができる段階、生まれる段階、生。苦しみを繰り返す段階、老死。といった十二因縁の法を雨のように降り注がせ、人々を苦しめる無明や、老、病、死といった燃え盛るように、激しい苦しみのもとを、まるで強烈な太陽の熱を沈めるかのように、和らげていき、そしてその上で、最も広く、最も高い悟りの教えである、無常の大乗を滝のように注ぎ、衆生たちの持つ、あらゆる良き心の目を潤し、育て、良き種子をまいて、人々の功徳を育む、心の田に、まんべんなく行き渡らせ、すべての人が悟りである、菩提の目を、心に芽生えさせるように導いておられるのです。菩薩たちは、仏の知恵を太陽や月のように明るく輝かせ、衆生を導くための巧みな手段によって、それぞれにふさわしい時を見定め、大乗の教えという偉大なる働きを助け育て、さらに成長させ、こうして、人々を速やかに、くたら三が脈三菩提、すなわち、この上なき完全なる悟りを成就させるように導き、そして、悟りによって得られる、永遠に続く安らぎと喜び、微細で、美しく、誠の真実そのものである方に触れさせ、その無限なる衆生の苦しみを取り除く、深く広い仏の慈悲の心、大悲によって、あらゆる苦しみの中にある衆生たちを、救済しておられるのです。こうした菩薩たちの働きと心は、すべての衆生にとっての真実の良き友であり、良き導き手であり、この上ない全知識の存在であり、また、こういった菩薩たちの働きと心が、衆生にとっての福徳を育てるための最も優れた福田であり、こういった菩薩たちの働きと心は、衆生の誰かに求められたわけでもなく、自ら進んで教えを説く、求められざる死であり、こうした菩薩たちの働きと心は、衆生にとっての安らぎの場であり、救いの場であり、守られる場であり、人生を委ねることのできる、偉大な拠り所であるのです。どこにいても、常に、衆生のために、大いなる、尊い導き手であり、最上の同志として、その働きを果たしている存在となっていたのです。衆生の中で、目の見えぬものには、そのための、眼となり、耳が聞こえず、鼻も聞かず、舌が動かぬものには、耳、鼻、舌となって現れ、心や体の器官が壊れているものには、それらを補い整わせ、狂い乱れているものには、正しく目覚めた意識を生じさせているのです。
まさに、菩薩は船頭であり、しかも、大船を操る、偉大な導き手でもあるのです。主将たちの無数の命をその船に乗せ、生と死の大河を越えさせて、涅槃という安らぎの岸辺へと導かれているのです。また、菩薩は、優れた医者であり、まさに偉大なる、医王であり、病のありさまを見極め、薬の効能を知り尽くし、病に応じた薬を授け、主将にその薬を服さしめているのです。さらに菩薩は、自らを制し、他をも導く、調護の達人であり、その業は、大いにして、あらゆる怠けや、気ままな生き方に流されることもないのです。まるで象や馬を、自在に調教するもののように、どんな荒ぶる者も導き従わせ、また、勇猛果敢なる獅子が、他の獣たちを脅しで押し伏せるように、その威厳は、誰にも抗うことができないのです。この菩薩は、六波羅蜜の修行を自在に行じ、如来の悟りの境地において、堅固にして、微動だにしないのです。深く誓願の力に安らかに従して、広く仏の国土を清めておられ、そして遠からず、究極の悟り、九多羅三が脈三度台を成し遂げられることでしょう。これらの大いなる菩薩たちは、いずれも例外なく、実に不思議なる功徳を備えておられます。その時、共にいた出家者たちの名は、大いなる知恵の第一舍利発、神通第一の目犍連、恵妙深き守菩提、論議に長けた摩訶迦千年、真理を自在に説く御多羅西、説法第一と称される古名。最初に世尊の教えを得た阿邪経神女、天眼の力を持つ阿那律、戒律を守るウバリ、世尊の側近、自社阿難、慈しみ深きラウン、柔和なるウバナンダ、修行熱心なリハタ、記憶力に秀でた高品な長寿と忍耐のハクラ、過去仏に仕えた明日天界の法を伝えるシャガタ、苦行の鏡、ズダの大歌唱、さらにウルビンラ歌唱、ガヤ歌唱、ナダイ歌唱と呼ばれていました。このような出家者は合わせて12000人もいました。彼らは皆、アラカンであり、あらゆる煩悩の束縛を完全に断ち切って、再び迷いにとらわれることなく、真の完全な下脱を得ておられました。その時、大聖言菩薩摩訶薩は、すべての人々が座りながら、それぞれ集中し、心を定めているのをご覧になり、群衆の中にいる、8万の菩薩摩訶薩たちと共に、座から立ち上がって、世尊のもとへと進み、うやうやしく歩み寄り、そして頭と顔を、世尊の御足に礼拝し、数百、数千回にわたって、世尊の周りを巡りながら、天からの花や香を焚き散らし、さらに天の衣服や、宝飾品、価値の計り知れぬほどの宝珠が、上空の彼方から、くるくると回りながら降りてきて、四方から雲のように集まって、しかも、世尊に捧げられました。天上の厨房と、鉢や器には、天の百種の美味が満ち溢れ、それらの光景を目にするだけで、香りを嗅ぐだけで、自然と心が満たされていくようでありました。天の旗や、盤、天蓋、妙なる楽器などが、あらゆるところに安置され、天界の伎楽をもって音楽が奏でられ、世尊を楽しませたて祭り、そして彼らは、そのまま歩み出て、世尊の御前にひざまずき、合唱し、心を一つにして声を揃えて、下の言葉を唱えて、世尊を称えたのでした。ああ、なんと、偉大なお方であろうか。偉大なる悟りを得た聖者様よ。そのお姿は、汚れも執着も一切なく、どこにもとらわれることなく、清らかにして自在なり、天人も、人も、象も、馬までも、すべてを整える、導きの師であられ、歩まれる道には、清らかな風が吹き渡り、そのお徳は、香りのように、すべてを満たしておられる。知恵は、穏やかに澄み渡り、感情は、静かに静まり、思いは、澄んで止まっている。欲や意識は、すでに滅し消し去っておられ、心そのものさえも、深い静けさに抱かれている。永遠にして、夢のような妄念と迷いを、断たれておられ、もはや、
大いなる恩、入、解という人の存在を5つの働きに分ける五恩として物質的な形あるものである識、感じ取る作用である受、イメージや認識する作用である想、意思的な行為や心の働きである行、認識の基盤となる意識そのものである識といった人の構造を5つに分類したもの。さらに、人の六根と六境の組み合わせとなる12所の働きとして、内側の六根である元根、二根、鼻根、舌根、鼻根、意根、そして外側の六境である色境、小境、口境、味境、側境、法境という人の感覚の入り口を内外を6つずつで分類したもの。さらには、先ほどの12所に6識を組み合わせた人の知覚過程を細分化したものとして、18回である6識の原識、二識、美識、絶識、心識、意識という感覚の成立過程を細かく18の要素に分類したものでさえ、縛られることはないことでしょう。世尊のお姿は、あるとも言えず、また、ないとも言えず、原因によって生じたものでもなければ、条件や縁によって現れたものでもなく、自らによるのでも、他によるのでもない。視覚でもなく、縁でもなく、長くも短くもない。現れてきたのではなく、消えゆくのでもない。生まれるものでもなく、滅するものでもない。作られたのでもなく、起こされたのでもない。誰かが行ったわけでもない。座っているわけでもなく、横になっているのでもなく、歩いているのでも、立ち止まっているのでもない。動いているのではなく、回転しているのでもなく、静かにしているのでもない。前へ進むのでもなく、後ろへ退くのでもなく、安らかであるとも、危ういものでもない。これだ、とも、あらず。でもなく、得るものでもなく、失うものでもない。かのものでもなく、このものでもなく、去ってもおらず、来るものでもない。青色でもなく、黄色でもなく、赤でも、白でもなく、紅でもなく、紫でも、様々な色でもない。世尊のお姿は、戒律の力、深い禅情、清らかな知恵、広大な理解、澄み渡る見識から、仏の本質を生み出され、さらに、深い三昧の境地、神通自在の6つの力、聖者の歩む、八正道の実践から現れ出ておられ、無限の慈しみ、仏だけが持つ、10の力、一切を恐れぬ、無為の境地から湧き出ておられ、衆生が積み重ねてきた良き行いと、世尊と、人々との深い因縁によって、世尊は、この世に現れたのです。世尊は、そのお姿を表して、上六のお姿にして、全身は、至金色に輝きをなし、端正にして整い、光り輝いておられ、誠にこの上なく、明らかで、澄み渡っておられます。白毫は、月のように清らかに巡り、その、うなじは、まるで太陽の光のようでございます。髪は、深い根性に渦巻き、頭頂には、まるで、蓮のつぼみのような日形がそびえておられます。清らかな目は、妙境のように澄んでおられ、上下に静かに眼差しを巡らせておられ、眉は、しなやかに流れ、口元と、頬はまっすぐに整っておられます。唇と、舌は、赤く美しくあり、まるで咲き誇る紅のように。その白き歯は、真珠のように揃い、さらに雪よりも白く、輝いておられます。額は、広く、鼻は高く通り、お顔は明るく開かれて、胸には、万字の文が刻まれ、まさしく、獅子のごとき弦をたたえておられます。手足は、しなやかで、柔らかく、手のひらと足裏には、千夜の車輪層があり、脇と手のひらには、膜がしっかりとつながっており、内側と外側を包み込むように閉じておられる。腕は長く、肘もすらりと伸び、指は、まっすぐに整い、繊細で、皮膚は、柔らかく細やかにして、体毛は、すべて右巻きに生えておられます。くるぶしも膝もすらりと整い、陰部は、きちんと包まれて見えず、筋肉は、しなやかに引き締まり、骨格は、まるで鹿のように美しくあられます。
体の内も外も光り輝き、清らかで、いささかの赤もなく、汚れた水にも染まることなく、塵もとどまることがないのです。このような、世尊の体には、32の大人相が備わっておられ、80種の微細なる構想が備わっておられ、見る者すべてが心から敬い、魅了されるのです。しかし、実際のところ、世尊の姿は、形あるものでも、形なきものでもなく、すべての目が捉える、形ある姿をも超えているのです。それは、形なき形でありながら、形ある身として現れているのです。衆生の体の姿もまた、同じく、形なき形に他ならぬのです。世尊の姿は、衆生に、喜びと尊敬の心を自然に生じさせ、心から敬意を持って礼拝させるものなのです。これは、衆生の自我による、傲慢や執着が取り除かれることによって、このような、清らかで、妙なる体が、完成されたのです。今、私たち8万の菩薩たちは、皆共にひざまずき、心を合わせて、礼拝し、思考や意識の雑念を超えた、象や馬を整えるように自在なる、執着のない聖者に帰依したて祀ります。私たちは、頭を地に下げて、礼拝し、法の体である、戒、定、下、知見の集まった境地に心から帰依したて祀ります。私たちは、頭を地に下げて、礼拝し、妙なる種子の姿にも帰依したて祀ります。私たちは、頭を地に下げて、礼拝し、言い尽くせぬ、不思議な教えにも、心から帰依したて祀ります。その声はまるで、雷鳴のように8種の響きを持ち、微細でありながら清らかで、非常に深く高い境地を感じさせます。4つの聖なる真理、6つの腹蜜、12の因縁法は、衆生の心の動きに応じて、自在に現れることでしょう。もしその教えを聞く者がいれば、その者は心を開いて、無限なる生死の苦しみは断ち切られるでしょう。その教えを聞くことがある者は、やがて、修打音、シダゴン、アナゴン、アラカンへと進み、汚れなく、無為の円覚の境地、生まれも滅びもしない、菩薩の領域を得るのです。また、無量なる力のだらにを授かり、触りなき、楽しき説法の大弁財を得て、この上なく、人論で、微妙なる下を解き、法の清らかな流れに遊び、心を洗い清め、ある時は、舞い踊り、飛び跳ね、神通力を表し、水や火の中に現れたり消えたりして、その自在なる身となるのです。如来が示される真理の教えは、このように清らかで変わることなく、私たちの思いや考えをもっては、到底計り知ることのできぬ、深遠なものでございます。私たちは皆揃って、頭を地につけ、礼拝し、その真理なる教えを説かれる事節に従う如来の導きに深く帰依したて祀ります。また、私たちは皆揃って、頭を地につけ、礼拝し、清らかに響く仏の声に帰依したて祀ります。私たちは、皆揃って、頭を地につけ、礼拝し、縁起、したい、六腹蜜という教えの内容にも、心から帰依したて祀ります。世尊は、遥か昔の無量なる長きの時間にわたり、数々の徳の行いを苦労して収められ、その行は、私たち人間や天界の者、竜や神々、あらゆる衆生のために行われ、広くすべての衆生に、その恩恵を及ぼしておられます。あらゆる捨てがたきものである、財宝、妻や子、また、国や城までも惜しまず捨てて、教えの内なるものとして、心の修行も、さらには、伏せなどの外なる実践も惜しむことなく、頭、目、骨髄、脳までも、ことごとく惜しまず人々に施してこられました。また、多くの諸仏が守る、清らかな戒律を厳しく守り、たとえ命を失っても、それを破ることは、ございませんでした。たとえ、誰かが、刀や杖を持って、害を加えたり、悪を浴びせ、侮辱したとしても、決して怒りを抱かれることは、ございませんでした。どれほど長い時間、その身が打ち砕かれるような苦難を受けても、少しも怠ることなく、昼も夜も心をしっかりと整えて、常に、禅定の境地におられました。
ありとあらゆる修行の道を広く学ばれ、その深い知恵をもって、修行一人一人の心の性質を見抜いておられます。こうしたことから、今では自在なる力を得られ、真理を自在に説かれる、法の王となられたのです。私たちもまた、皆共に、深く頭を下げ、礼拝し、しっかりと多くの困難な修行を成し遂げられたお方に、心から帰依したて祀ります。8万の菩薩たちが、釈尊を称賛し、帰依する姿勢を見せたところで、この章は幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日は、無量義経、徳行本第一をご紹介いたしました。徳行本では、8万の大菩薩が、光に包まれた釈尊を称え、そのお声、煩悩の力が、衆生の迷いを断ち、悟りへ導くことが明かされ、そのお姿と、お言葉から、私たちは、形を超えた真実の一端を、垣間見ることができたのではないでしょうか。次回は、無量義経、説法本第2へと続きます。ここでは、無料の教えを説く釈尊が、その知恵の根本と、衆生を救うための説法の心構えを語られます。すべての人を真理へ導くための重要な導入部分となりますので、どうぞお見逃しなく。ここまでご視聴くださった方は、ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタン、通知の設定もお願いいたします。釈尊の思いと共に歩む、悟りの扉へと、つながりますように。次回もまたお会いいたしましょう。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。南無妙法蓮華経。